だいたいこんな感じかなという程度で描いていきます。強く描き込めば選んだ色が強く出やすいという感じの圧を調整しながらひたすらグラデーションで描き込んでいきます。皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。ソフトクリームの絵を描きました。今回は Adobe フレスコを使って初級、中級、上級それぞれの絵の描き方を解説します。これは絵を描くスキルのランク分けですが、同時にフレスコの扱い方のランク分けでもあります。お絵描き自体まだまだこれから勉強という方や、絵はよく描くけどフレスコには慣れていないという方など、いろいろな方がいらっしゃると思います。この動画を見てこれは使えると思ったテクニックを組み合わせて自分のお絵描きの参考にしてくださいね。それではスタート。まずは絵を描くための準備をします。今回絵を描く参考にする写真がこちら。この写真を実際に入手したい方は概要欄の URL からアクセスしてください。サンプル写真は無料で入手できますよ。この写真をタブレットの写真アプリに入れておきます。ではまず Adobe フレスコを起動します。次に新規ドキュメントを作成します。絵を描く用紙を新しく準備するということですね。いろいろなサイズがありますが、とりあえず現在の画面サイズを選びます。これはタブレットの画面と同じ大きさ、解像度という意味です。ドキュメントが準備されました。2本の指で自由に拡大縮小したり回転することができますよ。ここにレイヤーがあります。レイヤーとは透明の紙みたいなもので、何枚も重ねて1枚の絵を描くことができるというものです。白い背景と何もない空のもの2つが用意されています。では参考写真をこのドキュメントに取り込みます。配置から写真を選択するとタブレットに保存されている画像にアクセスできます。ソフトクリームの写真を入れておいたので選択。そうすると写真がドキュメントに取り込まれます。完了を押します。写真が新しいレイヤーとして配置されました。これで絵を描く準備ができました。ここから初級編です。もともとあった空のレイヤーを写真レイヤーの上に移動。このレイヤーに線画を描きます。ブラシを選びます。ピクセルブラシのスケッチからペンを選択。ペン先のサイズを6にします。線の色ですが、ここを見てみるとすでにいろんな色が準備されていますね。これはこの写真に使われている色で、写真を取り込んだ時に自動的に生成されるものです。絵の相性を良くするために一番濃いグレーを選びます。ではこのレイヤーに描いていきます。写真の輪郭をなぞっていきます。やり直すときは取り消しボタンを押してやり直します。画面を回転させたり移動しながら自分が描きやすいと思う状態にしながら描き進めます。要するに今絵のトレースをしています。トレースとは写真や絵の上に紙を敷いて輪郭や形をなぞって描き写すことです。いわゆるなぞり書きですね。私は初心者の方には絵のトレースをおすすめします。理由は2つあります。まずペンをコントロールするいい練習になります。やってみるとわかりますが、輪郭をなぞって描くというのは意外と難しいです。なぞって描くことでペンを持つ指や手首の動かし方、力の入れ方がわかるようになります。次にモチベーションのアップです。絵を描くときに一番最初の難関が形を描くことです。何もない画面に突然線を引いて形を描くというのは実はものすごくハードルが高いことです。形を描くのが難しすぎてお絵描きを断念するという方もいるかもしれません。そうならないためにまずはお絵描きの楽しさを知るためにトレースをしてみましょう。形がうまく描けただけで達成感があるものです。これはこの先も絵を描くことへのモチベーションアップにつながります。デジタルお絵描きならそれが簡単にできますよね。ただしトレースには注意点があります。写真には著作権や肖像権があるからです。詳しくは概要欄で説明しています。線画ができました。
参考写真を横に移動します。写真レイヤーを選択して、拡大縮小回転ツールで大きさと位置を調整します。決まったら完了を押す。同じように線画の位置も移動させます。これでこの写真を見ながら絵を描くことができますね。次に色塗りです。線画レイヤーの下に新しいレイヤーを出します。ブラシを鉛筆にします。色は写真から直接選びます。欲しい色を指で長押しすると、その色が選択されます。まずはクリーム全体を塗ります。ペンを少し傾けて、あまり強くせずに優しく色を塗っていきます。はみ出すことは気にしなくていいですよ。青すぎないかと思われるかもしれません。大丈夫です。最後は白いクリームに見えるようになるので、心配せずに塗り進めます。コーンも塗ります。ここで光と影の関係についてちょっと説明。この写真では光はこちらから来ています。そうするとその反対側が暗くなります。つまり主に左側に影が落ちることになります。このことを頭の中に入れておきましょう。ではクリームの暗い部分を描いていきます。隣に並べた写真を見ながら、この辺かなと思う部分に濃い色をのせていきます。ここでもあまり細かく見る必要はありません。だいたいこんな感じかなという程度で描いていきます。さらに濃い色を描き出します。コーンにも濃い色をのせていきます。次にハイライトをのせていきます。こちら側にも光が回り込んでいますね。最後に背景を塗ります。なるべくクリームの上にはみ出さないように優しく色をのせていきます。ということでできました。これで初級編の絵完成です。レイヤーはこんな感じでした。線画と色塗りのレイヤーを別にすることで作業もしやすく、はっきりとした絵になりましたね。では次に中級編です。線画は初級編で描いたものをそのまま使います。中級編ではレイヤーをうまく活用して絵を描いていきます。線画レイヤーの下に新しいレイヤーを用意し、そこに色の下塗りをします。一色をベタ塗りして色の下地を作るんですね。ブラシを選びます。ピクセルブラシの汎用カラーハード円を選びます。ペン先の大きさを調整して、色は一旦このくらいにします。塗りつぶす範囲を一周ぐるりと線画に沿って描いていきます。切れ目を作らないように描いていきます。切れ目があると塗りつぶしがうまくできないんですね。周囲を線で囲ったら、
塗りつぶしツールで中をタップします。これで塗りつぶせたのですが、よく見ると境界線がうまく塗りつぶせていません。カラーマージンを上げることで境界線の曖昧さをなくします。色が少し暗いので明るくします。良さそうな色を写真からピックアップ。その色で塗りつぶしツールでもう一度タップします。コーンの部分も同じように下塗りをします。クリームとは別のレイヤーにするので、新しくレイヤーを作ります。背景を描きます。新しいレイヤーを出して、それを下塗りレイヤーたちの下に配置します。水彩風のぼやけた背景にするので、ブラシはライブブラシから水彩を選び、水彩ウォッシュソフトにします。では描いていきます。この水彩ブラシは Adobe Fresco の大きな特徴の一つです。本物の水彩絵の具のように滲んで色が交わっていきます。すごく楽しいので、ぜひ試してみてください。ではクリーム本体にタッチをつけていきます。クリームのレイヤーを選択してもう一度タップ。レイヤーアクションを開きます。その中の透明度をロックを選択します。そうするとこのレイヤーに書かれている部分以外は何も書けなくなります。先ほど説明した通り、レイヤーは透明です。レイヤーに何かを描いた場合、それ以外の部分は透明のままです。この場合、クリームの下塗りをした部分以外は透明になっています。その透明度をロックするということは、クリーム部分以外には何も書けない。つまり、はみ出さないということになります。とても便利なので、ぜひ使ってみてください。では、ペンを選びます。ピクセルブラシの混合ブラシからソフト混合を選びます。ブラシのサイズを調整して、色を選んでタッチをつけていきます。混合ブラシはその名の通り、色を混合させながら描くことができるブラシです。選んだ色と下塗りの色を混ぜながらタッチをつけていきます。筆圧を調整したり、重ねて塗ったりしながら混ぜ具合を調整しながらタッチをつけていきます。混合ブラシを使って綺麗なグラデーションを作るにはコツをつかむ必要があります。これはなかなか言葉では説明できません。自分でやってみてその感覚を覚えることが必要になります。あえてコツがあるとすれば、それは筆圧調整でしょうか。優しく撫でれば徐々に色が混ざり合っていくし、強く書き込めば選んだ色が強く出やすいという感じです。別の色も選んでタッチをつけていきます。コーンのレイヤーもロックして、同様に混合ブラシでタッチをつけていきます。最後にハイライトを入れます。線画レイヤーの上に新しいレイヤーを出します。そしてそこにハイライトを描いていきます。線画の線も消していく感じでタッチをつけていきます。そうすることでより光を強く感じる絵になります。
ということで絵が完成しました。線画を消してもいい感じの絵になっていますね。では上級編です。とは言っても私が絵の上級者の方に教えられることは何もありません。なのでフレスコの使い方を中心に私の絵の描き方を説明します。そして私なりに考える上級者のマインドについてもお話ししたいと思います。まずは画面のサイズを変更します。この歯車のマークから画面サイズを変更します。サイズの目安としては印刷に耐えられるサイズ、高さ3500ピクセルの縦長サイズにします。絵を拡大させてレイアウトの調整をします。線画、下塗り、背景は中級編のものを使います。まずは線画の不透明度を下げます。私は絵の完成形に線画は表示させないので、線は単なるガイドとして使います。次にクリーム本体にテクスチャーを作ります。写真をよく見るとつぶつぶのテクスチャーがありますよね。これを作ります。クリームの下塗り全体を選択します。選択ツールの中にある自動選択を選びます。クリームをタップするとクリーム全体が選択されました。この状態でクリームレイヤーの上に新しいレイヤーを出します。ブラシは特殊効果からノイズ調整を選びます。下塗りの色よりも少し濃い色を選んでタッチをつけていきます。テクスチャーができました。選択解除をします。このテクスチャーレイヤーの透明度をロックして書き込みをしていきます。ブラシはスケッチから鉛筆を選びます。テクスチャーレイヤーだけでなく、その下のクリームレイヤーにもタッチを入れて、両方から書き込んでいきます。テクスチャーレイヤーの透明度を時々ロック解除したり、またロックしたり、写真をよく見ながら、その場その場の判断で書き進めていきます。では、しばし絵を描く様子をご覧ください。写真をよく見ながらテクスチャーと下塗りのレイヤーを交互にひたすら書き込んでいるわけですが、この絵の描き方に特にコツなどはありません。鉛筆ブラシを使って筆圧を調整しながらひたすらグラデーションで書き込んでいきます。コツがあるとすれば、部分的に書き込みを終わらせていくということでしょうか。一つの部分を書き込み終わったら次の部分に移動。また書き込み終わったら次の部分へ移動という感じで書き進めていきます。これは私がリアルな絵を描く時の独自の書き進め方です。部分的に書き終わらせていくわけですが、その理由はいくつかあります。まずはペース配分をするため。実際にリアルな絵を描くのは時間がかかります。5時間、6時間は当たり前。時には10時間や20時間かかることもあります。当然そんな絵を一気に描き上げることはできないので、休み休み、時には何日もかけて描いていきます。私は体力的に1回の書き込みは1時間が限界です。それ以上の時間は集中力が続かないし、絵の精度も自然と落ちていきます。それを防ぐために1時間以内で書き込める範囲を一部分と考えて集中して書き込んでいきます。こうすることで絵を描くペースができるし、書き終わる目安もだいたいわかります。このくらいの範囲を1時間で書いたということは、あとこのくらいの時間がかかるなと予想できるわけです。もう一つの理由はモチベーションを維持するため。部分的に書き上げることでその部分は完成します。休憩後または日にちを置いて書き込みを再開するときに完成した部分を見ることはモチベーションにつながります。ちょっと前の自分がこれだけ頑張ったんだから次も頑張ろう。前に書き込んだ部分に劣らないように書き込みをしよう。こんな気分になって絵を最後まで書き上げることができます。ペース配分とモチベーションの維持。主にこの2つの理由で絵を部分的に書き上げていきますが、
私はこの方法のおかげで作品をどんどん作ることができるようになりました。ペースを保ってやる気を維持しながら描き続けることで、自然と次はこんな絵を描こうという意欲が湧いてきます。日課の運動のように続けられる感覚です。これが私なりに考える上級者のマインドです。私の場合を例えにしてお話しします。私の描く絵は模写です。写真を忠実に再現し、本物のように見える絵を描きます。アーティスティックな発想や独自の表現はあまりなく、むしろ一点突破の高度な技を披露する人に近いと思います。それは精密さを極める伝統工芸の職人や磨いた技で人を驚かせる大道芸人の姿に似ています。言ってみれば私が描くリアル絵はジャグリングのようなものです。通りすがりの人が立ち止まり、こんなことができるのかと驚く、その瞬間に価値があります。では、この技を突き詰めるために必要なことは何か。実はそれは筋トレと似ています。まずは反復練習。地道に積み重ねるほど力になります。次に適切な負荷。さらに重いものへ挑戦するように難しい題材に挑むことで成長があります。そして基礎の徹底。フォームが崩れると成果は安定しません。筋トレが鍛えた筋肉を披露する瞬間に輝きを持つように、リアル絵も写真と見間違う驚きを生むことで完成するのです。こう考えると上級者に求められるのは単に技術の高さではなく、基礎を日常として続ける習慣、負荷を恐れず挑む姿勢、そしてその成果を人に見せ驚きを生む力だと思います。自分なりの方向性を持ちながらも技を磨き続け、人を引きつける瞬間を作り出せる人、それが上級者ではないでしょうか。ということで、絵ができました。初級、中級、上級とそれぞれ解説してきましたが、いかがでしたか？感想など一言でいいのでコメントをお待ちしています。もし参考になるテクニックがあったら嬉しいです。これは使えると思ったテクニックを組み合わせて自分のお絵描きの参考にしてくださいね。そしてこの Adobe Fresco は無料です。広告表示なし、機能制限なしで基本無料で全ての機能が使えます。デジタルお絵描きに興味がある方はぜひ一度試してみてください。この動画が面白かった、役に立ったと思ったら高評価ボタンを押してください。応援してもいいよという方はチャンネル登録もお待ちしていますね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。